はい、皆さんこんにちは。とうとうね、皆さん、タックと僕コラボしたんですよ。タックのね、チャンネルの方にはね、もう動画が上がってるんですけど、僕のね、オンラインサロンの方でもタックの深掘りをして、どういった人物なのか、どういった思想を持ってるのか、彼の人生をね、ほんと丸裸にして対談したので、そちらのフルバージョンはオンラインサロンで、そしてね、ハイライトバージョンをセカンドチャンネルにアップしました。いや、これがね、めちゃくちゃ面白かったんだよね。やっぱタックって語りが上手いじゃないですか。年代もね、同じだし、同じような動画作ってるから、なんかすごいわかるっていう感じでお互いね、話が弾んで。普段タックってふざけまくったり、人を笑かしてるじゃないですか。ただ彼ね、根はめちゃくちゃ真面目で、ほんといろいろなこと考えてるんですね。それがすごい自己啓発的に、なんかモチベが上がる対談になったので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。そして今日はですね、戻ってきたアミの続編になっています。アミ1があってね、そして今回2が前編後編に分かれて、今回が後編になるんです。その2の前編のあらすじは、ペドロはアミと再会することができたんですけど、そこには地球と同じぐらいの進歩レベルにあるキア星からやってきたビンカもいて、彼らは銀河系のダンスを目撃したり、地球で発生している地震を食い止めている宇宙生命体たちと接触し、ようやっとビンカの故郷キア星に訪れることになりました。そこで老人クラトから愛を教わることになるんですけど、なんとそこに突然鉄格子に囲まれたような金属製の箱の乗り物に乗った毛むくじゃらなゴリラのような見た目のテリが訪れてきました。彼らは何者なのか。テリが去ると老人がね、彼らに教えてくれるんですね。テリは武器を持ってわしらを支配しているんだよ。平和主義のわしらスワマをね、わしらは奴らのような物質主義者じゃない。なんとテリはテリワコとテリスンボという種族同士で争っていて、キアの資源は全て武器を作るために回されていたため、他の人々の生活が悲惨な状態にあるというんです。なんか地球でも同じようなことやってますよね。するとアミが、君たちがそうやって何もしないでいたらキアは自滅するだろうねと言います。老人はそれに対して、でもわしらに一体何ができるって言うんだいと尋ねると、アミは彼らに平和や統一や愛のことを説いて教えてあげるんだよと答えたんです。そういった話が通じないから今こういった事態になってるんじゃないのって思いますよね。その老人も、いやもう彼らそんなこと聞かないから、聞く耳も持たないからつってもう諦めかけてるんですね。するとアミが、もうすぐ彼らは恐ろしい大失敗をやらかす。そうしたら君たちの言っていることを聞き始めるよ。もしその時君たちがいなかったとしたらどうしたらいいかわからなくなって、彼らも君たちも一緒に自滅するだろう。アミによると、自分自身に対する愛と他人に対しての愛はお互いバランスが取れているべきだと。そしてアミは今回キア星にやってきたね、その目的を教えてくれます。それはこの老人が昔用意誌に書いたどうやって愛を手に入れるかの方法をビンカとペドロの本に載せるために、そこに何て書いてあるのかを2人に見せるために来たというんです。なんか地球で言うと司会文書みたいなもんですかね。この老人、生きてる状態の老人が書いてるから、そこまで古いものではないんだろうけど、アミはその用意誌に書かれた内容を特殊な機械で撮影し、後で2人の言語に翻訳したものを渡すので本に載せるようにと伝えられます。なんて書かれてるか気になるでしょう。もうちょいお待ちください。その間にペドロとビンカはその円盤の中を探検するんです。その時の様子をイラストしたものがこちらなんですけど、ペドロはビンカと話していると、この子が自分の運命の相手なんじゃないかって思うぐらい気持ちが大きくなっていることに気づくんですね。そしてビンカもペドロに対して同じ気持ちだったんです。もう熱々状態の2人ですよ。それに対してアミが、それは禁断の恋だよって冷やかすんですね。確かにこの惑星間の恋愛だからね、もうインターステラー状態だからね、彼ら。するとカリブールという星に着いたと報告します。カリブールは植物を研究栽培するために使っている惑星で、宇宙植物園だというんです。薄青い色調の星で、青い太陽に薄紫色の静かな海に紫色の砂浜。二人は手をつなぎながら海岸を散歩していると、なんとそこには一面のお花畑が現れ、海まで広がっていました。すると海面に太陽の夕日が反射したと思うと、反対側からもう一つの太陽が出てくるんですね。二人がね、天国のような光景にうっとりしていると、ビンカが、私たち二人とも誰かが未来で私たちを待っていることを知っていると言い出しました。実はアミ小さな宇宙人、前回の旅でアミはペドロにね、決められた別の魂の存在を伝えていて、一瞬だけその子と会っていたんです。ただその出会いは別の次元で、ペドロのずっと後の別の人生をね、垣間見たような体験で、今は全く違う見た目をしているため、アミは二人の
禁断の関係を冷やかしていたんです。インターステラーで似たようなシーンあったじゃないですか。確かアン・ハサウェイだっけ、なんかを触ってる様子で、何かわかんない、なんか次元が歪んで、なんか誰かの手を触ってるような感じがして、それは後に分かったんですけど、主人公だったと。ペドロは今ビンカを愛しているという気持ちから来るやきもちで、ビンカに運命の人と出会った時のことを聞きます。青い色をしていて、沼の上の空中をゆらゆら浮いていた。野や花やイグサが歌を歌っていた。そう、ビンカはまさにペドロの運命の魂だったんです。二人は今は別の惑星に住んでいるので禁じられた愛になるが、今後何度も出会い別れ、最終的にはバラ色の世界で合体して一つの存在になると。いやらしい合体じゃないですよ。スピリチュアルなやつ、魂と魂の合体っていうことですね。たださ、これ思うんだけど、今ビンカとペドロこれ知らされたら辛くねと思いません？地球に戻ってさ、普通に恋するんだけど、その相手は絶対運命の相手じゃないって知りながら恋してるわけでしょ。なんかそれってめちゃくちゃ複雑だよね。今世は仕方ないっていう感じで付き合ってるのかわからんけど、そんなね、デリカシーのないコメントは置いといて、みんなは円盤に戻り、ペドロは翻訳されたクラトの用筆詩の文を読み始めました。ついに愛について学べますよ。わざわざキア星まで行ってね、その老人の書いたね、その愛を読むんですからね。気になるでしょ。それでは愛とは何なのか。愛とは求めるものではなく与えるものなんだ。どうやって愛が手に入るかって、愛を与えることによって、愛することによって、割とみんな知ってるような内容で、それだけって思ったでしょ、みんな。すごいわかる。でも大切なことではあるよね、これ。よく僕が使う例は、この網にも書かれていたんですけど、呼吸ですね。呼吸ってすごい大事で、呼吸という漢字を見たらわかるんですけど、読んで吸うと書きますよね。呼吸は吸うことよりも先に息を吐いて、次に吸うんですね。呼吸は前の酸素が残っている状態だとうまく吸い込めないので、新しい酸素を取り入れるためにまずは吐き切らないといけないんです。吐き切ることで、その後は力を抜けば自然と吐いた分息を吸うので、愛もこれと同じようなことかもしれないです。まずはね、与えることによって、自分の持っている愛を与えることによって、その新しい愛を受け入れられるようになると。するとアミはここで二人にある録画を見せます。それはある世界が破滅してしまった時の録画映像。その惑星の大気は濃い灰色の雲に覆われ、たくさんの空飛ぶ円盤が地上に向かって下降していました。地表が揺れ、都市が津波によって一掃されていく中、円盤は700度以上ある人たちを探して救出していたんです。700度っていうのは前回の話で紹介したその愛の度数ですね。その人々のね、愛の度数を数値化することができて、人類の平均は550度です。そこにビンカが山にいた一団のグループが円盤に合図を送っているのを見つけ、なぜその人たちを助けないのかとアミに問います。するとアミはこのように説明します。このグループの人たちは文明の危機に背を向けてきたんだ。みんなで協力して直面している問題を解決する代わりに、そこから逃げ出すことを選択したんだ。彼らがもし何かをやっていたら、それだけでこの世界は自滅しないで済んでいたのかもしれないんだ。今見ているような逃げ出した人たちというのは残念なことだけど良い種ではないんだ。いや、めちゃくちゃ言うんだよね、アミ。良い種じゃないとか言っちゃってるから、ちょっと僕たち人間の感覚からすると、それ優勢思想的な考えじゃないですか、この宇宙人って思っちゃうよね。なんか言いたいことはわかりますけど、その傍観者になったり、その現実逃避したら、その救われる対象から除外されるっていうことですよね。例えば学生時代、そのいじめを目撃してしまって、それに対して何もしなかったとか、そういったことですよね、おそらく。二人とも悲しい顔をしていると、アミが別の惑星の録画映像を見せてくれます。今度の惑星はキアや地球に似た世界で、人々も地球人そっくりでした。ある都市にある巨大な建物の入り口にたくさんの人々が集まっていました。アミは歴史的な瞬間に立ち会っている。たった今、この惑星の世界政府が成立したところなんだと説明します。この星では経済恐慌、核実験や環境汚染、気候の異変が起き、そして新しい伝染病や戦争、人々は世界の状況にうんざりしていたため、唯一の可能性、宇宙の方、神の方による統治を始めることにしたというんです。宗教界や精神科医、また生態学者や平和主義者らが兄弟愛に基づく共同生活を提案し、それを人々が受け入れたと。そこでは膨大な量の核兵器を大きな炎で溶かしていて、戦艦は輸送船に、戦闘機は旅客機にと全て作り変えられていました。すると空に何万という空飛ぶ飛行物体が現れ、円を描いて飛び始め、いくつかの円盤は下降し、惑星の人々と交流して喜びを分かち合っていました。そしてその一人が
拡張器を通して群衆に向けてこのように話すんです。あなた方は自分たちのエゴイズムや無知や不信や暴力を克服しました。これは宇宙進行世界に仲間入りできる証でもあります。宇宙の調和と合致した愛によって統治されるシステム作りができるよう、豊かな科学や精神上の知識を全てあなた方に提供しましょう。ペドロとビンカはこの光景を見ても感動するんですね。いや、素晴らしいと。ただいまこの星でニューワールドオーダーがね、どうやら成立したようですね。いや、都市伝説的に言う悪い意味でのニューワールドオーダーではないのかもしれないけど、その宗教間の争いとか国際間の思想の違いとか、そういったいざこざが解消されてみんな一致団結した感じですよね、おそらく。彼らは事前にこうした助けが来ることを予言のような形で知らされていたようです。そしてこの信仰世界に入ると、その人たちは永遠に生き続けられるとアミが言うんですね。細胞の老化を食い止めることで永遠に生き続けることも可能になると。またこれは物質的な面だけになるんですけど、肉体から離れても意識を持続させることで永遠の命が保証されると言います。要はこれは体を取っときたかったらもちろんすることはできるんですけど、次のね別の次元に行きたかったらそのね体を一緒に持っていくことはできないので、意図的にその体を老化させて、その意識だけはね体から抜いて別の体に入ることができる技術を彼らはもう知ってるっていうんです。なのでアミ曰く、死なんてどこにも存在していない。ただ状態の変化があるだけで魂は永遠なんだ。未開文明の人たちは前世の記憶を維持したまま肉体が変わるということを許されていない。それが死という幻想を生み出す。まあそんな感じはするよね。この与えられた肉体でね、この与えられたこの愛おしい肉体で精一杯生きることで魂が磨かれるという。それは自分で手に入れなくちゃならないんだ。努力なしに何も手に入らないからね。とりあえず俺らは一刻も早くね一致団結してこの宇宙人たちに迎えられましょうよ、地球人も。するとビンカがペドロに野原を散歩しましょうって急に言うんですね。ちょっとねビンカは頭ねお花畑なんですけど、ただペドロは一緒に行きたいんですけどついていくことができないんです。なぜかというとペドロは小心者で第三者が見ているといつも思っていることができなくなってしまうっていうんです。そういう時あるよね。なんか自分は他人に対していい行動をしようとしているんだけど周りの目が気になってできないということ。アミがもししようと思っていることが他人のためになることなら、他の他人の意見なんてポケットにしまい込んでしまいなよ。他人の言うことばかり気にせずに自分自身になれることを学ぶんだって言うんですね。その通りですよね。みんなね自分の中で生まれたいい行動は、積極的にね恥ずかしがらずね行動していきましょうね。それでね救われる人々もいるということですから。ここでアミがこれからアミの惑星銀河人形へ向かっていると2人に伝えます。これがぶっ飛んでんですわ。そこはまるでおもちゃの世界のような、子供向けのおとぎ話に出てくるような小人の街みたいな世界でした。鮮やかな色で塗られたキノコの形をしている家や球体をして空中に浮かんでいる家など、しかもそこにいる全ての人がみんな子供だったんです。アミによると、みんな子供の姿をしているけどみんながみんな子供っていうわけではないと。この惑星の人たちはふざけ好きで無邪気な子供のようだから人形と呼ばれているんだというんです。そこにはリンゴのような形の空飛ぶ乗り物やビルのような大きなクマのおもちゃに飲み込まれるなど、ペドロはまるで遊園地にいるような気分になりました。さすがにこの世界どうなのって思っちゃいましたけどね。これなんか想像にしてもあまりにもちょっとぶっ飛んでるから、いやそれは書かないだろうし、にしても僕ねアクセサリーとかがちょっと苦手なので、このチカチカしたものが苦手なので、もうごめんなさいアミさん、僕ねこの惑星行けないかもしれない。どちらかというとその地雷系の方々はね、そういった方々にはね人気かもしれないね。そしてアミの家がある村に到着しました。そこはまるでスノードームの中にあるような村で、雪に覆われていて、家はみんな球体をしていて地面から浮かんでいました。家には透明な窓があり、中には完全にガラスのような透明な家もあり、中の様子が外から見えました。すると操縦席のスクリーンに8歳ぐらいの女の子が現れました。アミは「やあママ」と言ってその子に話しかけました。そう、この女の子はなんとねアミのお母さんなんです。今度はお父さんを呼ぼうと言うと、アミのお母さんがお父さんはキリアにいて新しいコンデンサーの実験をしていると教えてくれます。すると隣のスクリーンにアミともアミのお母さんとも違う全く違った人種のような見た目の人が現れました。男は青白い肌でほとんど髪の毛もなく、膨れた頭部に見通すような視線をしていました。そこにいる子たちは第三水準世界の子だね。男の子の方は金のワシの3番目の惑星の子かとアミのお父さんが言うんですね。いやどんな呼び方だよお前らってね。宇宙すべてのものには特別なコード番号が付けられてて、なんとねすべてのものや人にまでコード番号が付けられ、その番号はスーパーコンピューターで管理され
ってるというんです。スーパーコンピューターっていうのは前回の動画でも登場したその銀河系の中心にある全てのものをねデータ化して管理している知能ですね。なんと一人一人の紙一本一本の数も数えられているそうです。ただこれはねそのニューワールドオーダー的なその政府による監視とはまた違って、どちらかというとその親がこう見守るような、その兄がね妹弟をね見守るような感覚と似ているそうです。ペドロはアミのお父さんがねちょっとあまりにも見た目が似てないから、ちょっとお前ら本当に同じ人種ってなって聞くんですね。どうして彼がアミのお父さんなの？全く別の惑星に属している人のように見えるけど、その通りだよ。僕はここで生まれ、お父さんはキリアで生まれた。君たちが今見ているのは新しい肉体を持った僕のお父さんなんだよ。僕が生まれて少ししてから彼はキリアに生まれ変わる用意ができた。そこで古い肉体を捨ててキリアに新しく生まれ育って今は科学者になっているんだ。ビンカはそれに対して今じゃあそれぞれ別の人と結婚しているのって聞くんです。するとアミは笑いながらははは愛の方で結ばれているから双子の魂の代わりになる人なんて誰もいないと説明してくれます。彼らは別の人種になったとしても双子の魂のままだと言うんです。だからある意味運命の相手と出会ってしまって、その意識をね別の肉体に移り変わる方法が分かったらもうその人とね一生離れることはないということなんですね。離れない理由としては離れられないというわけではなく、その人に変わる人物がいないからわざわざその人から離れないということなんです。なので不倫ができないとかじゃなくて、どちらかというと不倫しなくていい的な感覚かな。そこでこのアミの惑星、その人形のね惑星を去る前にアミは2人に愛について話します。君たちの世界は今永遠の破滅寸前だ。今の時点ではもっと人間的な世界を作り変えるにはもうすでに知っていることを実践するだけで十分なんだ。精神性とはただ愛それだけを意味しているんだよ。精神性とは複雑な頭脳訓練のことじゃない。苦しみの修行や禁欲、体を浄化したり祈り続けたり何かの信仰を持ったり、いくらそんなことしてももし愛を忘れているとしたら一文の価値もない。そしてアミ曰く最後の敵を打ち負かすのは非常に難しいと言います。その理由としてはその敵はカメレオンのようなカモフラージュしててね、見つけることがそもそも難しいんです。なぜかというとその敵は最後に克服しなければいけない腹黒い精神的傲慢さであり、進化の道を進んでいると感じる人に必ず襲う存在だからです。見つける方法というのが、誰かに対して軽蔑を感じるとき、精神的にあまり進歩していないと蔑む気持ちを抱くたびに見つけることができるんだよっていうんです。自分の方がね他人よりも優れていると思うその虚栄心は上辺だけを飾ろうとする心、自分を実質以上によく見せようとする心です。けどビンカが言うんです。いやでもテリみたいな野蛮で非難されるべき人と仲良くなんてできないって、いっそのことは彼らのような人々はいなくなった方が平和になると。この地球でも破壊的行動をするような人々はたくさんいますよね。それに対してアミは過去の過ちを罰することはしないで、新しいより良い解決方法を提出して実現のために戦うべきなんだ。キアや地球はちょうど第3から第4の進化水準に移り変わる時期にあるって言うんですけど、これについてアミのお父さんが補足して説明してくれます。第1水準の世界というのはまだ生命は誕生していない。第2水準はもう生命は誕生しているが人類はまだいない。第3水準は人類が現れる。第4水準の世界では人類は統一されて一つの大きな家族を作り、宇宙の原理に沿ってみんなで生きていく。しかしそれを試みる途中で自滅してしまう世界も少なくない。一つの惑星がある段階からその上の段階に移ろうと試みるたびに、それ以前には全く知られていなかった現象が引き起こるんだ。それは世界全体を揺さぶるような、それが新しい繊細で高いエネルギーと波動を生み、これらの放射がさらに二重の効果を生む。一つはある人たちを狂気に陥れる。また一方ではこの新しいエネルギーは上の水準へ登ることも可能にしてくれる。あの巨大な恐竜が絶滅してしまったように。すごいよねこの考え方。要は低い水準過程にいる団体は最終的に命取りになるようなミスを犯して自滅していくんだけど、一方でね新しいエネルギーは上の水準に登る可能性があるというんです。この星地球自体も生命体という話で言うと、自分に有益じゃなくなった存在を星が手放すのと同じだと。過去の出来事から言うと、恐竜が地球から消えていったのがその転換期だったそうです。人類が現れた時に起きたというんですけど、第2水準からね第3水準レベルに移り変わった時、最も強い存在が生き延びることになったというんですけど、その時確かに恐竜が最強だったんですけど、その強かったのは牙や筋肉の話で、知性の方ではそこまで優れていなかったんですね。その知性で勝ったのが人類だったんです。
そして今まさに同じようなことが起きようとしている。第3水準から第4水準へ。今度は知性よりも強いものが生き残る世界。それが精神の力さ。愛だよ。と言うんです。地球全体で滅びるのか、あるいは犠牲を伴って上昇するのか、ちょっとなかなかね、興味深い思想ですよね。次の目的地をアミに尋ねると、なんと、キア星にね、ビンカの星、キア星に向かっていると告げられます。ペドロは運命の相手、ビンカととうとう別れの時間がやってくるんです。もうその頃にはもう二人とももうラブラブのズブズブの状態ですよ。あまりにも仲良くなっちゃったから、そのペドロとビンカはちょっとアミに対して感情的になっちゃうんですね。僕がキア星に行くか、ビンカが地球に来るって言い張るんですよ。いや、さすがにそれペドロはちょっと無茶じゃねって、お前ら別の惑星にいたら宇宙人同士だからねって思いながらも気持ちはわかるんだけど、ちょっとね、強い言葉でアミに対して主張してしまうんです。僕はビンカと絶対別れない。第一、どうして僕より小さい子が僕に命令なんかしなくちゃいけないんだってアミにね、暴言を吐いてしまうんです。いや、そりゃいけないよ、ペドロ。すると、アミが、テリはキアにだけいるのかと思っていたよ、と言うんです。キア星にいるね、暴力的な集団ですよね。それを言われたペドロたちは恥ずかしくなって下を向いちゃうんですね。確かにって、下を向いた状態から床から目線をね、アミの方に少し見上げたとき、なんと、アミはもういつものアミではなくなっていたんです。アミは光り輝いていたんです。純粋で美しい、全く別の姿に輝いていたんです。それを見たペドロとビンカは自分たちが虫けらか雑菌のように感じるんですね。なんて愚かなことをしていたんだと。そしてアミはまたいつもの姿に一瞬で戻りました。なんとアミには普段見せないね、別の顔をね、隠し持っていたんですね。なのでそれを見たビンカとペドロはあまりにもその神聖な神々しいものを見てしまって、俺ら何してんだってね、ちょっとハッとさせられるんですね。で、冷静になったペドロはアミに問うんです。なんで姿を変えたのかと。変貌したのはペドロとビンカの二人で愛のために他人に対して残酷になり、その過ちを気づかせるためにアミの本当の姿を捉えることができたというんです。いや、深っ。キアに戻り、ペドロとビンカの別れの時が近づいてきました。別れを惜しんでいる二人にアミは次の本を書けばまた二人のことを迎えに来ると伝えます。二人の別れについてはね、プライベートだということでそこまで詳細には書かれていないんですけど、二人はね、離れ離れになって地球に帰る前にアミはこう言うんですね。ペドロ、着いたよ。もし地球が自滅してしまった時に備えて、救出した人たちが住めるように用意してやる世界に、ペドロが外を見ると、そこは温泉場があった砂浜あたりの地球でした。そうだよ。ここに生き残った人たちが住むんだ。もし破壊が起こったとしたら、我々がなんとか全滅にまでは至らないようにするよ。大惨事が起きる前に救出する必要のある人たちを救い出し、その後汚染され破壊された惑星をきれいにして彼らをそこに戻し、そこに美しい世界を建設できるようにする。破壊することなくそこにたどり着くことが一番望ましいけど。そして円盤の扉が開き、ペドロはさよならと言って海岸に降ろされました。上を見上げると UFO はもう視覚不可能な状態になっていました。いや、どうでしょう皆さん。なかなかハートウォーミングなストーリーですよね。なんかこのアミの作品をね、見終わった、聞き終わった後のその満足感ったらありゃしないですよね。これがね、本当なのか嘘なのかっていう議論が必ず起きるんですけど、正直どっちでもよくて、その理由としては、仮にこれが嘘だったとしても、このストーリーを書くことができたっていう意味では、そのインスピレーションっていうか、その考えが脳に浮かんだわけじゃないですか。で、そのインスピレーションが湧いたっていう意味では、ある意味ね、その作品作り、映画監督さんとか小説家とか、そういったインスピレーションを受け取って書いたっていう意味では、ある意味なんかそれはそれでもう価値のあるものだと思うので、みんなの心に刺さっていますしね。どうでしょう皆さん。これが2章なんですけどね、続きまだ3章目があるんですけど、これはやるかちょっとまだ現時点では分かりません。みんなのねリクエストやってくれっていう声が多かったら、もしかしたらやるかもしれないです。はい。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。